実験大好きエミネウです。今回はアマチュア無線化の永遠のテーマ、無線機開局あるある、初めの1台。やっぱ初めがあれば必ず終わりがありますので、終わりの1台というタイトルでね、これについてね、ちょっと語っていきたいなと思います。やっぱ初めに使う無線機、これね、もう皆さんもアマチュア無線何年もされている方はたくさんね、言っていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、ハム人生大きくね、変わる要因になるんじゃないかなと思っております。この最近の傾向としましては、やっぱり話題の IC705、これの登場でね、ますます混迷化してるんじゃないかなと思います。完成度の高い無線機、この登場でね、本当に迷うことがさらに増えたんじゃないかなと思います。やっぱどのバンドから運用を始めるのか。で、今回はね、ここがね、一番難しいところだと思います。YouTube でもね、これ考え方によっていろんな方がね、説明されているかと思うんですけど、私自身はね、もう地方、四国、が愛媛ですので、正直言って都会ほどアマチュア無線やってる人おりません。人口の少ないところ、東京はね、大阪、いや、大阪そんなに言うほどアマチュア無線がいないような気がするんですけど、やっぱ東京はすごいですよね。ハンディ機持参とかで、品川駅とかのね、高いホテルとか泊まりますと本当にね、夕方夜中になりますと430とか聞いてるとね、たくさんの方が CQ 出されて楽しく QS をされて、それを見てますんで、やっぱり都会とね田舎ではだいぶ違うと思うんですけど、今回はねアマチュア無線人口の少ないところをねターゲットに説明していこうかなと思います。どのバンドから出るのか、地方でねアマチュア無線されてる方に対して関してはね、ここがねまず一つのハードルじゃないかなと思います。もうはっきり言います。地方でやるんでしたら7メガ、もうこれは抑えていただきたいと。全国をカバーしてますので、地方からでもね全国を相手に QS をできますので、更新相手に苦労することがほとんどございません。今はねもう200キロあります。昔より非常に空いてます。もうここで勘違いされるとダメなんですけど、昔に比べたら本当にね7メガ静かになりました。してマナーの言い方が多いですので、ぜひともね、嫌な思い出お持ちの方も多いと思うんですけどね、今はそんなことございません。ぜひともね、7メガ含めていただきたいと思います。2メーター。この2メーターもね、やっぱりローカル QSO が中心になると思うんですけど、ローカル局と親しくなったりする上で連絡取るためには避けては通れないんで、できればね、やっぱり2メーターも出れるように体制は整えるべきだと思います。移動運用。これもね、アンテナが小型化されてますので、比較的ね、しやすいバンドじゃないかなと思います。ただ、地方ですとね、もう2メーターといえども、昔でしたらね、もうガンガン曲いたんですけど、今は本当にガラガラっていうんですか。私も出張でよくね、全国各地の地方都市行くんですけど、本当に2メーター聞いてもほとんど誰もいないんでね、困っております。ですのでね、ガラガラなんですけど、やっぱりローカル QSO とか移動運用を考えますとね、2メーターは避けても通れないバンドじゃないかなと思います。21メガ、50メガ。この前も動画でご説明しましたけど、e スポがドカーンと出ると世界が変わりますので、とにかくね、あとやっぱり海外のとも QSO できるチャンスは確実にあります。ですので21メガ、50、この2バンドもね、含めておきますと、アマチュア無線の楽しみね、ますます倍増していく傾向じゃないかなと思います。どのモードから出るのか、これも結構重要になるんじゃないかなと思います。やっぱり当然ね、これは避けては通れない。HF でしたら SSB。で、やっぱり FM もね、2メーター、50メガ出られる方も多いですので、FM はね、当然必要だと思います。コンデンサーが悪いとき、これは特に短波ですね。7メガとか21、50、144メガもね、やっぱコンデンサーのね、悪い時に備えて、デジタル通信もできればね、もう確保してた方がいいと思います。無線機とパソコンがあれば、最近の無線機ですとほぼ接続できますのでね、開局の段階からできればね、アマチュア無線ね、コンデンサーが悪い時に楽しむためのテクニックじゃないかなと思っております。最初の1台の条件、これについてね考えていきたいと思います。ぜひとも HF から430メガまでなんとかねこれを維持していただければと思っております。で、何ワットがええのか、これもね考え方いろいろとあると思うんですけど、免許の最大出力を目指した方がいいと思います。100、200、ここまではね一つのターゲットとして見ていただければと思います。徒歩で移動運用するのかしないのか、ここもね重要だと思います。で、実際ですけどほとんどの方、登山とかのそういう趣味と交えてアマチュア無線される方は別だと思うんですけど、ところでね、移動運用はまずあんまり実際はしないと思います。PSP、SDR も必須条件ですし、正直言いまして、今となりましたら、あった方がね、運用が楽っていうんですか。ただね、やっぱりこの辺も私も SDR の無線機も使ったことあるんですけど、私の使ってるね、設備がまだまだ貧弱だったら、それも原因だとは思うんですけど、
ノイズで聞こえない信号は聞こえない。この傾向はね、やっぱ否定できないんじゃないかなと思います。SDR、DSP 入れるとノイズで聞こえない信号が聞こえるっていうことはあまりないと思うので、聞きにくい信号が聞きやすくなるっていうね、イメージで私は捉えております。相手が聞こえてもほとんどの場合ですけど、パワー不足。このパワー不足っていうのは送信の出力プラスアンテナとあとは地上光ですよね。全体的なトータル設備を考えますと更新できないことが結構多いと。聞こえても QSO できるかというとほとんどの場合はできないことも多いと思います。で必ずねこれまた後ほども説明しますけど、意外とアンテナの方が重要だっていうね話にも落ちていくんじゃないかなと思います。で具体的なね事例紹介させていただきます。やっぱりね避けては通れない IC705、 もうこれはねある意味完璧だと思います。 1.9 から430メガまで 5W から 10W まで出れますんでね、誰が見てもこれもう完璧だと思います。本当にね固定機同様の機能、固定機同様のこの操作性ですよね。あくまでもちょっといろんなねご意見も合うと思うんですけど、メインパネルをああいう形でタッチパネルで大型化しましたので操作性もね非常にいいですので、文句ないような状況っていうんですか。でフィルターとかね追加で買わないといけないものも不必要。 10W でね消費電力がものすごく少なくなってます。3A ちょいぐらいで動くんでね、これもね今となっては非常に貴重な無線機じゃないかなと思います。ただやっぱりねこれ皆さんもすでにご指摘されてますけど、連続 10W で出すとやっぱりかなり発熱しますので、扇風機全開も考えとかないといけないと。各自の運用スタイルが合うと思うんですけど、意外とね邪魔になる方も多いんじゃないかなと思います。でその次に出るのがねもう歴史的な名機FT の817と818ですね。もうこれも皆さんもね、もう20年以上売っている無線機ですのでね、避けては通れないと思います。やっぱりね、同じく 1.9 から430メガ。一応 5W、818ですとね、6W って書いてありますけど、5W ぐらいじゃないかなと思います。アナログ処理。もう20年前から変わってない。で、フィルターが必要やと。ノイズブランカーもね、当然アナログ処理です。非常に貧弱なものになってます。残念なことにね、今この FT の818ですよね。CW フィルター、コリンズさんがもうすでに製造中止されてて入手できないということでね、もう販売が終わっているので CW のフィルターが新規に手に入らない。これちょっとね、気持ち的には痛いんじゃないかなと思います。移動ではね、未だに使いやすいと言われる方結構多いんじゃないでしょうか。私も強いて言ったらその部類っていうんですか。本当にね、私もそんな移動しないんですけど、移動するならこっちの方が小回り効くなと未だに思ってます。出力が 5W から 6W。もうこれ非常に微妙ですよね。片や 10W ですので、誰が見てもね、微妙やと。10W と S メーターで比較すると、FM でしますとね、もっと差が開きますけど、あれはね、ちょっと無線機の特性ですけど、通常 SSB でしたらね、S メーター1つ分ぐらいかなと思います。固定ではやっぱり表示が見にくい。これはもう誰もが思うことだと思うんですけどね。パネルがちっちゃいですから固定では非常にね表示が見にくいんじゃないかなと思います。渾身対策がもうあまりされてないっていうのでね、ちょっとね気が引けてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 IF シフトっていう古典的なものがあるんですけど、現代のね7メガでしたらだいぶ渾身が少なくなってますので、意外とね IF シフトでもねなんとか逃げれるんじゃないかなと私の経験上は思っております。で次はね FT991 もうとあと 991A ですね。誰が見ましてもね 1.9 から430メガが出るディスプレイもこんなタイプですよね。皆さんの好きな、私も好きですけど 50W、100W まで揃っているような形になります。徒歩でのね移動はこの無線機徒歩ではもう無理だと思います。付帯設備もありますので。 10W 機はここになぜ書かなかったかと言いますと、 10W 機はねもう消費電力があまりにもでかすぎると 10A ぐらい食っちゃいます。理由はね、ハードが 10W 機も 50W 機も 100W も全部一緒ですから、当然 10W はね、メーカーさん曰くは直線性がいいとこ使ってるので、音質がいいですよと言われても、ここのクラスになるとね、もうあんまりおすすめしないようにはしてます。固定ですね。で、あと車での移動なら十分使えるサイズ感。固定ですね。ちょっとやっぱりギリギリの感はあるんですけど、サイズ的に。それでもね、まだまだ使えるだけのパネル面の大きさがありますので、結構皆さんね、固定や車での移動に使えている方結構多いんじゃないかなと思います。アンテナチューナーも内蔵されていると DSP が入ってますので、追加でフィルター購入する必要がありません。懐に優しい無線機じゃないかなと思います。4アマでしたで正直言うたらやっぱ IC の705ズバッと1台買っちゃうのが一番早いんじゃないかなと思います。3万以上を目指す道っていうのもね引き続き考えていただければと思います。3万以上取って移動運用をしないようでしたらね、FT991 みたいな無線機に買い替えちゃうのも一つの手じゃないかなと思います。705はね、人気ある無線機ですからね、売却しても結構いけると思いますのでね、早めに無線機入れ替えるっていうこともね、
視野に入れるのも一つの手だと思っております。3万円になりますと無線機の選択の幅が非常に広がります。もうこれもね重要だと思います。今のね HF10W 機購入する意味があんまりなくなってきてるっていうんですか、やっぱり全てにおいて中途半端な無線機多すぎます。やっぱりこの消費電力が多いっていうのは致命傷だと思うんでね、そういうことから考えてもやっぱり 10W の HF 機っていうのはね、あくまでも仮の無線機または IC705 のようにね、移動に特化した使い方に限ったな無線機じゃないかなと思います。3万以上持ってる方、徒歩で移動の予定なし、こういう方はね、もう間違いなく現状でしたら FT991 おすすめじゃないでしょうか。移動でもね、固定でも OK。出力もね、やっぱりそれなりの筐体です。安定してますのでね、買って苦労することはないと思います。でも実際のとこなんですけど、こうやって無線機説明してきましたけど、実際は無線機よりアンテナが重要やと。これはね、誰もが少ししたら気づく問題だと思います。運用バンドですよね。飛ばない時は飛ばない。特に HF はそうだと思うんですけど、どんなに頑張っても飛ばない時は飛ばないです。コンディションのね、やっぱり良いバンドを探していく。今はね、1台の無線機でオールモード、オールバンドですので、コンディションの良いね、バンドを見極めて QS を楽しむっていうやり方がね、重要じゃないかなと思います。斜め画を見直していただきたいと。私もね、開局も40周年超えちゃったグループの人間ですけどね、もう40年前とか30ちょっと前でしたらね、まだ 100kHz しかない時代経験しております。で、今はね、もう 200kHz に拡大してます。で、曲数もね、減りました。YouTube でも斜めがあたり捉えてね、ヤジ飛ばされたっていうのをね、結構 YouTube でも視聴回数が伸びてるんでね、大体このチャンネル見られてる方っていうのはアマチュア無線結構運用される方が多いと思うので、あそこまでひどいことっていうのは今はないと思うんですよね。確かに30年、40年前でしたらね、もう本当にお互いに渾身しながら QS をしてたっていうんですか。ただ今はね、曲数も減りました。で、バンドも広がってるので、ほとんどの方がやっぱり5キロアップとかね、ちょっと5キロアップしますので皆さんついてきてくださいみたいな形で5キロ10キロアップしても空いてますので、で運用したい更新したい方はねついてきてくれるっていうんですか。ですので結構皆さん QSI をちょっとずつしていく方が多いんでね、昔ほどはもう本当に楽園じゃないかなと私は思ってます。7.1 から 7.2 の間でしたら楽中が楽しめるぐらいですので、ぜひともね、してあとマナーの悪い方も昔に比べたら格段に少ないです。もうほとんどジェントルマンの方ばっかりしか運用してませんので、昔はね、嫌な思いされた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、今はね、本当にいい思いしかしないようなね、素晴らしいバンドに変わっております。で、最後の1台、アマチュア無線しますとね、徐々に無線機が増えてきますけど、やがてやっぱりね、終わる時も来ると思います。で、何を残したらいいのかっていうのもね、ちょっと簡単に考えてみました。当然ね、もうここまで説明しました。最後はね、HF から430メガまで出れる無線機を残したいですよね、皆さん。これは当然。慣れてきますと、受信がどうしても中心になると。で、やっぱりこう置き場所の問題もあるんでね、どでかい無線機よりもそこそこ小さい無線機の方をね、最後に残される方多いんじゃないかなと思います。中古市場、あんまり言いたくないんですけどね、やっぱり今この無線機の中古市場っていうのも個人対個人でも物が売れる時代になりました。価格が高めのものはね、さっさと売却した方が私はいいと思います。価格が低めで使えるような無線機があればね、まさにそれを残した方があと楽じゃないかなとかも思っております。最後に処分に苦労しないように、そういうことを考えますとね、個人的ですけど意外と817、818最後まで持っている方多いんじゃないかなと思っております。故障箇所が比較的少ない、結構ね、送信のファイナルが弱い、静電気で飛ぶとかっていう話もよく聞きはするとは思うんですけど、とにかくそれを聞くぐらいして直された、自力で直される方も多いですので、そういう意味合いでもね、やっぱり修理事例も多いです。大型の液晶でタッチパネルもありませんので、意外とね、この2つっていうのは古くなると故障したらもうとんでもなく商品の価値がなくなる。して意外と故障も多いですので、ドット抜けとか画面が半分ジャーっとなっちゃうっていうんですか。ですので、私はね、こういう無線機っていうのは使わなくなった場合は早めに処分した方が価値もあるし、次の方もね、使っていただけるんじゃないかなと思っております。アマチュア無線何十年もして多くの経験しますとね、5W 出力でもいいんじゃないかなと多分その頃には思うと思います。ベテランになってきますとアナログ機、デジタル機のいいとこ悪いとこも気づいてきますので、最後はね手頃なものを残すんじゃないかなっていうのがね、私の考え方になっております。で、今回のまとめになります。やっぱね、無線機選びも悩みます。本当にアンテナ悩むと思います。で、またハマるっていうんですか、
もうアンテナにはまっちゃう方結構多いと思うんですよね。これも永遠のテーマじゃないかなと思います。自分の運用形態、これもアマチュア無線するまで分かりません。国内 QSO 専門、海外の DX がしたい、やっぱり移動運用をしたい、他の趣味と組み合わせて登山しながら無線がしたいみたいな形でね、やっぱり自分の運用形態っていうのはやっぱり運用するまで分かりませんし、日々変わっていくと思います。運用形態が確定するまではどの無線機がええのかっていうのは最後はもう分からないっていうんですか。運用形態によって無線機っていうのはね左右されますので、最初の1台っていうのはねやっぱオールマイティな無線機が一番いいんじゃないかなとは思ってます。そんな形でね、今回最初の1台終わりの1台ということでね、ちょっとお話しさせていただきました。無線機選びも重要ですけど、アンテナ選びがね、もっと重要なことにね、必ず皆さんも気づいていただいてるんじゃないかなと思いますので、ぜひともね、そういうところを総合的に判断しながら、無線機選んでいただければと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。